皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた日本を代表するエンタメの巨人ソニーグループ6758の現場に入っていきます。今回の決算ニュースだけ見ると赤字転落なんてショッキングな見出しが踊るかもしれませんが、現場のデータをしっかり点検すると実はとんでもないお宝が隠れているんです。本日はなぜ赤字なのに超有料なのか、どこまで株価が下がるのか徹底的に掘り下げていきます。最後まで見ればソニーの本当の姿がバッチリわかりますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。まずは会社の基本スペックをサクッと点検します。配当利回りは 1.12% となっており、基準の 3% には届かず不合格です。稼ぐ力を示す ROE は予想 14.29% と基準の 10% をしっかり超えており合格です。自己資本比率、これは会社の健康状態や借金への依存度を示しますが、最新時点で 51.8% と基準の 50% をしっかり超えており合格です。最後に配当成功は約 14.5% と基準の 50% 以下に収まっており、無理のない還元姿勢で合格です。補足、本業の儲けを示す営業キャッシュフローは1兆9663億円と巨大な現金を稼ぎ出しています。配当利回りこそ低めですが、稼ぐ力と会社の安定感は文句なしの合格水準です。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。ソニーと聞いて皆さんは何を思い浮かべますか？プレステなどのゲームでしょうか？それとも世界中で大ヒットしているアニメ鬼滅の刃でしょうか？鬼滅の刃ってソニーなの？と驚かれた方もいるかもしれませんが、実はソニーグループの会社が制作や世界配信に深く関わっているんですよ。最新の売上高構成比を見てみると、一番の稼ぎ頭はプレステなどのゲーム事業 G&NS で 36.6%、 次いでカメラやテレビなどのエレキ事業 ET&S が 17.6%、 スマホのカメラの目となるセンサー事業I&SS が 16.8%、 そしてアニメを含む音楽が 16.6%、 映画が 11.7% となっています。続いて業績の軌跡点検です。過去5年間の水準を見ていきます。ソニーの業績はまさに右肩上がりの筋肉質化の歴史です。売上高は5年前の約9兆9215億円から最新の2026年3月期には12兆4796億円へと成長。営業利益も1兆円の大台を軽々と超えて推移しています。次は財務の深掘り点検です。総資産15兆6834億円に対して手元の現金は約2兆2089億円と巨大な貯金箱を持っています。一方で銀行からの借金にあたる有利子負債は約1兆5032億円です。つまり借金よりも手元の現金の方が多い実質無借金の超健康体制なんです。倒産しにくさを示す自己資本比率も 51.8% と、これだけ巨大な企業としては極めて優秀。不況の波が来てもびくともしない頑丈な基礎が築かれています。続いて還元姿勢の点検です。私たち投資家への還元姿勢を見てみましょう。ソニーは1株当たりの配当金を着実に増やしています。株式分割を考慮した実質的な配当金は直近の25円から来期予想は一気に35円への大幅増配を見込んでいます。配当利回りが低いと気にする方もいるかもしれませんが、ソニーは総還元成功 40% 程度という目標を掲げており、配当だけでなく自社株買いでしっかり株主に還元しています。そしてここが超重要。最新決算と同時になんと上限5000億円という過去最大規模の自社株買いを発表しました。これは株価が下がれば会社が市場から株を買い支えてくれるという超強力なバリアになります。皆さんが一番気になっている直前の最新決算2026年3月を点検します。本業の儲けである継続事業の売上高は12兆4796億円で前期比 3.7% のプラス。
営業利益は1兆4475億円で前期比 13.4% のプラスと見事な増収増益でした。あれ、ニュースで赤字ってみたぞと思った方、大正解です。実はこれ、金融事業を独立させた際の会計上のルールで約 1.3 兆円の損失を計上したため、最終的な純利益がマイナス3268億円になっただけなんです。1.3 兆円も損したの？会社のお金が減っちゃうと心配になりますよね。でも安心してください。これは帳簿の上の分類を移動させただけで、会社の貯金箱から現金は1円も減っていません。本業の利益にも私たちへの配当金にも全く影響しないので大丈夫です。次はチャート需給点検です。現在の株価は株式分割後で3114円近辺を推移しています。業績の力強さに対して株価はやや落ち着いた位置にありますが、信用倍率は約53倍と将来の上昇を見込んで信用買いで持っている人が少し多い状況です。良い決算が出たことで一旦利益を確定する売りが出やすい、材料出尽くし感もあり、短期的な上下の波には少し注意が必要な需給の重さがあります。最後に結論、のんびりの判定です。ソニーグループはショッキングな赤字ニュースの見出しだけで不安になってしまいそうな今こそ、私たち作業員が冷静に現場のデータを点検して評価したい超有料エンタメ企業です。採算の合わなかったホンダとの EV 電気自動車の開発を中止するなど、ダメなものはすぐ切る大胆な選択と集中を行い、来期は営業利益1兆6000億円を見込んでいます。1年半前みたいに2500円まで落ちるのではと心配する方もいるかもしれませんが、本業の稼ぐ力が格段にレベルアップしている上、上限5000億円の自社株買いという分厚いクッションがあるため、そこまで落ちる可能性は極めて低いと見ています。投資戦略としては需給の重さを考慮して短期のノイズで株価が下落したタイミングを狙いたいところです。具体的には節目となる3000円割れのラインに指値を置いて安全第一でコツコツと拾っていくのが良い作戦になりそうです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。